どうもコロッケくださいです。今回は僕のヒーローアカデミアから信楽と村の女体化を作ります。ヒロアカ、ついに完結しましたね。ヒロアカは、ザ・王道って感じの少年漫画で最高でした。漫画は初期の頃からずっと読んでいて、フィギュア作りを始めたての頃に、トガちゃんとヤオモモを作ったのが懐かしいです。それ以降ヒロアカのフィギュアは作っていなかったのですが、ついに完結ということで、今回は久しぶりにヒロアカから作ろうかと。今までもヒロアカのキャラは、作る候補に実は結構あったのですが、ヒロアカは公式のフィギュアがたくさん出てて、クオリティもめっちゃ高いんですよね。なので、自分で作るまでもない、みたいな感じになっていました。トガちゃん、ミルコ、ねじれちゃんあたりは作りたい候補にありましたが、全員めっちゃクオリティ高いフィギュアが出てたので、やはり作るならフィギュア化されていなくて欲しいキャラを、ということで、信楽と村の女体化フィギュアを作っていきます。ヒロアカには魅力的なキャラがたくさんいますが、個人的にヴィラン側のキャラがめっちゃ好きなんですよね。ヒロアカに限らずなんですが、他の作品でも敵サイドのキャラを好きになりがちです。ヒロアカでの敵側といえば、やはり信楽と村。そして、好きなキャラを女体化させたくなるいつもの衝動がまた来てしまった。信楽のキャラデザを見た時に、体に手がたくさんついてるじゃないですか。その中に、胸あたりについてる手もあるじゃないですか。この手さ、なんか、位置がちょっとあれですよね。もし女体化して胸が大きくなったらけしからん感じになりませんかと。そう考えた時にはすでに、粘土とスパチュラを握りしめていた。トップヒーローたちの多くもそうだったという逸話が残っている。考えるより先に体が動いていた。君はヒーローになれる。さて、顔と体までできて服を作っているところですね。服はほぼ上だけみたいな感じで、足をがっつり出しています。せっかくの女体化なので、露出はちょっと多めで、体のラインが出るような感じに。信楽は痩せ型なので、女体化時には貧乳という解釈もあると思いますが、ここは個人的な好みで活かせてください。そういえば今回、原型の進捗をツイッターに載せたところ、女体化信楽のイラストを描いてくださった方が何人もいまして、ちょっとご紹介させてください。ででん。こんな風に、作ったフィギュアからインスパイアされたイラストを送られることがたまにあるんですが、めちゃくちゃ嬉しいです。もちろん、元々の作品、キャラの魅力ありきなのですが、自分の解釈が他の人にも刺さったんだ、という安心感。女体化はいいぞ。女体化シリーズは今後も続けていくので、リクエストがあればぜひコメントに。さて、ついに全身の手を作っていきます。手の作り方はいつものやり方と同じです。ただ数がとんでもなく多い。本来全身に14個ですが、今回はハイヒール部分に1組追加しているので合計16個です。全身に手をつけていきます。信楽の全身の手は家族の手なのですが、ツイッターに画像を載せたとき、あの胸の手は家族の誰なんだ。家族がセクハラをしている。あの手はチンピラの手だろう。など、いろいろなコメントがありました。そのあたりの解釈はご想像にお任せしたいところですが、個人的には、胸の手はあくまでも彼女の支えになっているものであり、精神的にも肉体的にも彼女のためを思って、そういう手なのではないかと。ちなみに、あの手になりたい。あの手は私だ。みたいなコメントも多く、
かるけども、という感じでした。女体化を作るときは毎回めちゃくちゃ悩むんですが、髪の毛はショートにするかロングにするか、いろいろ悩みつつも、結局ロングヘアにしがちです。今回だと、髪の毛伸ばしっぱなしみたいなイメージがしっくりきたので、ただ、ショートの可能性も捨てきれず、今回ロング部分は着脱可能にしています。毛量が多い今回だからできた技です。後頭部の手と首元の手をつなぐコードです。一度固めてから形を整えます。最後に台座を作ります。粘土でざっくりとベースを造形し、今回はジオラマ用素材を使ってのお手軽台座です。それっぽくなりました。パーツが揃ったので組み立てます。原型完成です。塗装していきます。まず全体に白サフを吹き、肌から塗っていきます。全体的に暗めの色合いにしたいので、紫を最初に塗っています。今回は紫、キャラフレッシュ、その他、みたいな感じです。正直、さすがにちょっと紫濃すぎかな、感があります。一発で色を作るのが苦手すぎるので、いつも何回も色味を調整しています。体中の手は筆で塗ります。手は作るのも大変でしたが、塗るのも大変。しっかりと支えている。金色部分は毎度おなじみのガンダムマーカーで塗っていきます。髪の毛の塗装です。全体的に淡い水色のようなイメージです。マスキングを剥がし、面装です。残りのパーツもしっかりと塗っていきます。やっと完成です。いつでも最大